前回のあらすじ、リアタイヤの押し込みでマシンが吹っ飛ぶ対策を考えた、ホイールベースを超短くした、なんか遅かった、フロントシングルモーターにした、なんか自己ベスト更新した、アズパカさんの記録は更新できなかった、マシンのスピードの限界を感じた。ということで新マシンを作ります。ここ1ヶ月は軽量なマシン作成を基本構想にしていました。そのためモーターも小型なものを使っていました。庭からはマシンを吹っ飛ばしまくります。マシンが強制的に止まることでモーターが壊れまくりました。小型モーターは入手性が良くないので在庫不足で困ることがありました。ということで今回は入手性がいいミニ四駆規格のモーターを使います。そして強力なモーターも届いています。早速このパワーを見てみましょう。まずはウルトラダッシュモーター。通常のミニ四駆を走らせています。 2.73 秒ニューモーター。2.38 秒。実走行でこの差はかなり期待できます。新マシンの構想を考えましょう。曲がるシャシは継続しますが、アイシャシで気になった点があります。反発後のボヨヨ音がボヨりすぎです。ロンギだと安定はしていますが、さすがに気になります。久しぶりにステアリングシャシを見てみます。お、反発も減衰もちょうどいいです。いいシャーシです。ステアリングシャシをベースにします。このシャシは重すぎなので軽量化します。130モーターはステアリングシャシで使っていました。ダブルモーターは重くなるのでシングルモーターを採用します。初代ステアリングシャシを四駆にすると曲がった際に、プロペラシャフトに抵抗が生まれるので肉にします。ということで設計します。底面を抜いて骨組みにします。ローラーステーも細く薄くします。あとは軽そうな感じでやります。設計完了です。印刷しました。初代からパッツを受け継ぎます。バネを取ります。結合パッツを取ります。重量チェック 22.8g。かなり軽くなりました。連装パッツを作ります。銅板にハンダを乗せます。銅線をハンダ付けします。ピンヘッダにハンダ付けします。グルーガンで固めます。熱伸縮チューブで保護します。ハンダゴテで熱します。モーターを固定する蓋にマーキングします。スポンジを貼り付けます。耳を切ります。両面テープを貼り付けます。電極パッツを取り付けます。電装パッツ完成です。動作チェック。ついでにウルトラダッシュモーター回転数測定。48,000回転くらい。ニューモーター回転数測定。音がいきなり高いです。66,000回転くらい。グッドです。すべてのパッツが揃ったので組み立てます。前後シャーシを結合します。固定パッツを取り付けます。固定します。バネパッツを取り付けます。こっちも、モーターを搭載します。固定2パッツを取り付けます。バッテリーを搭載します。シャフトを差し込みます。スペーサーを取り付けます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。グリス塗り塗り。リアローラーホイールを取り付けます。固定します。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーチップを取り付けます。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。軽量ステアリングシャーシです。ステアリングシャーシをベースに無駄を落としました。動きを見てみます。問題なく曲がります。反発チェック。ステアリングシャーシらしいいい動きです。ねじりチェック。ねじりは少ないです。縦の曲がりも少ないです。安定した動きが期待できます。重量チェック。76.3g。初代から 25% ほど軽くなりました。平年速度チェック。1.73 秒。これまでの私のマシンで一番速いです。走らせます。最初に吹っ飛ばして対策を考えます。もちろんコースアウト、スロー。スローでも速い。最初に壁に当たるときにローラーが全部飛び出るほどは吹っ飛んでないです。なのでローラーセッティングで対策を考えます。リアにダウンスラストローラー追加。ドーン、スロー。姿勢が乱れすぎです。乱れなくてもそのまま吹っ飛ぶ勢いです。切れ込み耐震マットブレーキを追加します。スロー。吹っ飛びの勢いは落ちましたが姿勢問題が解決していません。後モーターの勢いも落ちました。早っ。モーターの音チェック。サリサリしています。パーツクリーナーを輪に溜めます。モーターザブン。輪シャカシャカ。カーボンブラシの削りカスが抵抗になっている印象なので、モーターを洗浄します。ちなみに銅ブラシだとグリスが切れるのでやっちゃダメです。モーターを取り出します。短い走行でしたがカスが溜まっていたようです。オイル塗り塗り。なじませます。回転チェック。スルスルグッドです。回転数チェック。あれ？復活していないんですけど、回転チェック。ジャリジャリバッドです。悪化させちゃった。分解してブラシを見てみます。マジか、これ銅ブラシじゃん。パーツクリーナーでグリスを落としてますね。モーター自体に破損は見られないです。ブラシをどうにかすれば直せそうですね。こんなこともあろうかと、壊れたウルトラダッシュモーターを取っておいていました。カーボンブラシをいただきます。まだまだ使えます。モーターを組み立てます。オイル塗り塗り、回転数チェック。
おっそ。回してたら少し回復しました。コミュテーターの毛が少しちなったので、ブラシの1点しか接触しておらず電流が流れにくい説があります。それにしても回転数落ちすぎです。ブラシが馴染むまで時間がかかりすぎそうです。ノーマルモーターの銅ブラシを使います。回転数チェック。だいぶ復活しました。ウルトラダッシュより回るので OK です。フロントに青ブレーキを追加して走らせます。なんか遅くなってる。回転数チェック。ブラシが即死しました。ウルトラダッシュのブラシにして走らせながら鳴らします。ちょい遅い。乾燥はしてくる。ドーン、スロー。吹っ飛びが小さいのでリアのプラローラーが当たって滑っています。リアのボムリングダウンスラストローラーを常時当たるように変更する。リアを3段にして右前ローラーを低くします。作戦としては一度左に回転させてミニ回転の余裕を持たせます。ダメです。左には少し回転していますが、ローラーが当たると右回転が強すぎます。急激に右回転します。リアのゴムリングが効きすぎですね。リアをプラリングのゼロスラストにドーン。リアローラーホイールが壊れました。ナイスタイミングです。沼っていたので新マシンを作ります。このマシンですが、重量物を一直線に置いているせいか姿勢が安定しなすぎます。低速でも簡単に回っていましたね。こんな感じに。むむ。いきなしどしたし。横から見ると LC の壁が地面でローラーな車輪です。重心はここら辺です。そう見ると長車高の高い車ですね。これでは安定しないのも当然です。重心をローラーに近づければ LC 中に低重心になります。この構想で作ります。マシンをモデリングします。曲がらないシャーシにします。シャーシの側面が壁と近いので曲げると接触します。加えてシャーシが軽いとほとんど曲がらないので LC での衝撃吸収もカーブでのステアリング効果も薄いです。初の曲がらないシャーシですね。モデリング完了です。左重心をとにかく意識しています。印刷しました。重量チェック。19.9g。それなりです。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。固定2パーツを取り付けます。固定します。シャフトを差し込みます。スペーサーを取り付けます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。グリス塗り塗り。リアローラーホイールを取り付けます。固定します。サイドローラーホイールを取り付けます。固定します。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーチップを取り付けます。バッテリーを搭載します。フロントローラーを固定します。できました。超変身シャーシ。名前は UEC サイドカーです。モーターと同程度のトレッド幅にすることで高速カーブを実現します。ホイールが壁にギリ当たらないくらいに重量物を左に寄せています。重心チェック。雰囲気ここら辺。効果が楽しみです。重量チェック。72.5g。もうちょい軽くできそうかしら。平面速度チェック。モーターはウルトラダッシュモーターです。1.87 秒。十分速いです。レッツゴー。ドーン、スロー。リアの下段ローラーが当たっているのでローラーセッティングで対応します。フロント8度スラスト、リア8度スラスト Z ローラー。スラストでの下がりチェック。ものすごく効いています。そして安定感もあります。結構強めに押して急加速急停止しても倒れないです。走らせます。遅いです。フロントのスラストをかけすぎました。3.70 秒、スロー。お、2周目。グッドです。一度は浮き上がりますが、強力なダウンスラストで下に押し付けられています。そしてこの強力な下の力を受けてもマシンが回転していないです。期待通りの効果が出ています。左のスラストを5度に戻しました。ドーン、ドーン、惜しいドーン、惜しいドーン、あと少しドーン、ドーン。フロントは左右アルミローラーのスラスト5度、リアはハイマウントプラリングローラーと8度の Z ローラー。レッツゴー。来た。自己ベストと同タイム。バッテリーを充電したら自己ベスト更新いけそう。充電します。充電完了。5。ドーン。スタートダッシュが遅いのが気になります。タイヤが滑っている感覚です。パーツクリーナッシュ、タイヤ拭き拭き。結構汚れていました。ブリックチェック。バッチリです。5。明らかに加速がいいです。来た。よし。自己ベストを 0.1 秒更新しました。そしてようやく 2.5 秒台に到達できました。嬉しいです。 2.5 秒台のノーブレーキ走行にしては安定感がありますね。フル充電だと吹っ飛ぶので安定と吹っ飛びの際にいます。早速 LC を見てみましょう。1周目、2周目、3周目、4周目、5
5周目。安定して同じ姿勢で飛びながら通過しています。吹っ飛びますが、リアの Z ローラーが当たると下に押し付けられます。それによる急激な姿勢変化を耐えてコースに復帰しています。まさに理想の動きです。そしてその動きが高い再現性を持っているのがベリーグッドです。さらにスピードを上げても吹っ飛ばないセッティングを模索します。その前にビューモーターを修理します。ノーマルモーターよりブラシが強いと考えてトルクチューンモーターのブラシを使います。トルクチューン側のグリスをリューモーターに移植します。ブラシを移植します。蓋をします。回転数チェック。回らないです。ブラシの形状が地味に違うのでうまく動かない説があります。グリスは移植できているのでブラシを戻します。回転数チェック。かなり復活しました。このモーターでセッティングします。リューモーター。コースアウトです。弱めバッテリー。右のフロントローラーステーが折れました。新車足、ドーン。リアローラーホイールの位置を重心に近づけて補強もしています。どういうこと？左のフロントローラーステーが折れました。新車足、壊れないでね。ローラーステーの樹脂の充填率を上げました。新車足。ローラーステーに補強を入れました。ナイスキャッチ。フロントブレーキ追加。ジャックナイフ、いろいろあってフロントゼロスラスト。いろいろ起きた。寒いせいかシャーシの強度が落ちている気がします。強度的にマシンの再設計の必要があるのでここで終わりにします。今回は新設計のマシンで自己ベストを更新できたので良かったです。最近別走していたので期待通りの動きをするマシンができて良かったですね。ということで、それではまた、のし。